水産科学研究員の松野光平です。北極や南極などで起こっている気候変動によって、海の中の小さな生物プランクトンがどのように影響を受けているかということを調べています。魚とかは海流に逆らえるんですけど、プランクトンは基本的に海の流れに流されていくだけの漂うものというような生き物です。植物プランクトンについては光合成で無機物を有機物に変えるというような役割があります。で、動物プランクトンはその植物が作った有機物を食べて、自分が魚に食べられることによってエネルギーとして海の中の生態系を支えているというような役割があります。海流によって運ばれていくものなので、気候変動によって海の環境ですとか流れが変わるときにプランクトンはもう 100% その影響を受けてしまう。自ら逃げるということができないので、その変化が見えるというようなところが特徴として挙げます。海からプランクトンが減ってしまうと魚が減るということになって、そうすると魚の値段が上がったりですとか、私たちの生活に直接結びつくことなので、非常に関係は強いと言えます。船を使って北極海、南極海に入っていってプランクトンネット、いわゆる虫取り網のようなものを使って海の中からプランクトンを集めてきて、プランクトンを実際に数えたりとか修理を受けたりとかして調べるということをします。太平洋側から流れてくるその暖かな水が北極海に入っていく水の量が増えていきまして、あともう一つは、流れていった先で子供を産むこともできるっていうところまでは明らかにすることができました。本来そこにいなかった北極にいなかった種類、暖かいところの種類が北極海の中でもしも子供を産んだ先に増えてしまったらですね、北極の中にいる種類というのが要は自分が食べれる餌が減ってしまうことになりますので、数が減っていくだろうというふうに考えます。で、そもそも北極の種類というのは固有種と言われる、そこにしかいない種類が多いので、もしかしたら絶滅してしまうということも危惧されます。同じフィールドにいろんな分野の研究者の方が一緒に会して、で船の中で同じ生活をして、調査するので、本当にいろんなアイデアが一気に生まれます。で、共同研究にもなりますし、次こういうことやろうかという次の航海の話まで一気に盛り上がったりするので、それはすごく、フィールド調査するの醍醐味といいますか楽しさだなと私は感じています。海は全ての世界がつながってますので、閉じた話をすることにわけにはいかないです。お互いに一緒に、調査をして、データ付き合わせることで全体像がよく見えてくるということがあります。レイチェル・カーソンの樹木の春を中学生ぐらいに読んでまして、その頃から人が作った有害な物質で生態系が汚染されるとか、そういったことにはすごく興味がありました。大学入ってから水産学部に入ってから、プランクトンのことをより詳しく知るようになりまして、そこでその植物プランクトンの形の多様性、美しさっていうものも、今の分野に進んだ一つの理由になってます。なんなら数十マイクロしか見てない生物であっても、ものすごく機能的な形をしている。動物プランクトンにも足が、20本とかもあったりするんですけど、全て意味があるっていうところを、研究してか勉強すればするほど知っていくので、すごいなというのが本当に感想といいますか今でも感じているところです。はい。研究者として仕事してますけど、あくまで海の中にいるプランクトンたちがどんな状態であったかということを私が代弁しているというような、ポリシーを持ってて、それで代弁者としていろんな方に分かりやすく、しかも間違っていない海の状態というのを伝えられるような、研究をしようというのはずっと思っています。今第一線で活躍している研究者の方とか、他の大学の研究者の方、学生の方とどんどんコミュニケーションしていただいて、自分たちの世界がいかに小さいかということを早く知っていただくことがすごく大事だなと感じます。外の世界で自分が興味が本当にあること、好きなことっていうのを
自分自身に問いただして、見つけるっていう作業がすごく大切で、仕事に結びつかなくても自分の人生を豊かにしてくれるものだと思いますので、少し余裕がある時に外のことを知る取り組みをするということは、ぜひやっていただきたいなと思います。